手の中に収まるほどの日本ならではの美術品、根付。日本人の持つ美的感覚が施す繊細な細工。独創的な表現。17世紀以降発展した根付は、実用品であった時代を経て、現代では芸術作品として日本はもとより世界中の収集家に愛されている。豊かな発想と熟練の技が詰まった根付の世界を覗いてみよう。根付は日本の着物文化から生まれた。着物にはポケットがないため、下げ物と呼ばれる小物入れを腰からぶら下げて使っていた。腰のあたりに見えるこれがそう。下げ物には小銭などを入れる巾着。タバコの葉を入れるタバコ入れ。そして薬を入れる印籠などがあった。当時の人々は下げ物にも趣向を凝らしたが、留め具である根付にもこだわったという。そんなこだわりの一品がこちら。印籠は柘植の木に丹念に彫りを施された亀。そして根付も亀。7匹の亀が重なり合う様が見事に表現されている。ではこれを実際に使ってみよう。根付を帯の下から通し、下げ物が落ちないよう帯の上で根付をしっかりと固定。最後におじめで締める。このように根付は留め具としての役割を果たす実用品だったが、次第に工芸品として優れたものが作られるようになった。その背景には18世紀に徳川幕府が再三にわたって出した質素倹約令がある。
派手に着飾ることを禁じられてもおしゃれをしたい。そこで江戸の人は小さな根付にお金をかけ、おしゃれを楽しんだのだ。そんな江戸時代の根付を扱う吉田さん。その魅力をこう語る。慣れという言葉がございますけれども、作品の中をよく見ますと毛がよくこう残っているところと残ってないところとかもあるので、昔の方はこうよく触って可愛がってらしたんだわとか想像もできて、経年変化を得てしか作り得ない人工的ではないその色の深みとか触った感じの柔らかみとか、長い年月をかけないとそうはならないっていうことがあると思います。何百年もの間触り使ったからこそ生まれる味わい深さ、それもまた根付の魅力。タイトルは悪夢を飲む。悪い夢を食べると言われる霊獣獏をかたどった根付だ。高さ 4.8 センチ。渦巻くような毛の一筋はなんとわずか 0.1 ミリ。片足立ちでまるで人間のように踊っているのはウサギ。笑い声まで聞こえてきそうな表情。メビウスの輪のような抽象的なデザイン。実はこれ、寄り添う2羽の白鳥。熟練の技と唯一無二の発想。すべて同じ根付作家の作品だ。斉藤美秀さん79歳。この道60年の根付界の重鎮。その制作工程を覗いてみよう。まず斉藤さんは描く。自分の構想を一枚の紙に描き出す。このたった一枚のデッサンで準備万端。描いてる時に後ろのデッサンも頭の中でしてますし、真ん前から見たデッサンも頭の中でしてますし、絶えずフォルムというかの中でのデッサンなわけで、それに即したものをまた作るということは、これはそのデッサンのコピーになってしまうんで、それになったら仕事が面白くならないんですよね、作品が。斉藤さんが扱う素材はさまざま。木や植物の実、
そして動物の牙や角なども使いこなす。象牙はワシントン条約締結以前のものを使うという。そして斉藤さんの相棒がこの小刀。50本以上に上るこの小刀は実はすべて斉藤さんによる自作のもの。結局自分がやっててここをこう彫りたいという箇所に合った道具を作ることが当然のことなんで、意外とこの中でも全部頭の中にあって、ふっと仕事してる時にこれはこれって手が伸びるようになってるのはこの小型なんです。彫る場所によって使う小刀を変えていく。斉藤さんが最も緊張を強いられるのが動物の毛を彫る毛彫りだ。その様子は誰にも見せたことがないとか。根付師がしなくてはいけないライセンスだと思う。毛彫りが彫れるということ、それをする時はドア閉めて人が部屋に入らないようにしとくのと、あと逆に言うと夢中になった時にいわゆるゾーンに入るというんですか、その夢中になってることに非常なる喜ぶっていうか湧き上がるものがあるんですよね。それが楽しみたくてやるということもありますよね。根付作りの魅力を斉藤さんに聞いた。その人が触ってくれるか、それとも「へえ」っつって見るか、それの差で触ってもらった時作家として自分は勝ったと思いますよね。制約の中の自由ということが一つの私のキャッチフレーズで、根付というこんな面倒くさい制約があるわけですよね。紐通しがなくちゃいけない、丸がなくちゃいけない。その中でいかに自由に自分の表現ができるかっていうのは一つの私のテーマ、根付作りのテーマの一つなんで。視覚だけでなく触覚も刺激する。それもまた根付の魅力。日本の歴史。独創的表現。現代的な感覚。根付はいろんな美しさを見せてくれる。19世紀に作られた根付。常盤下町根付。大きさはおよそ6センチ。ここには日本の歴史の中で
運命に翻弄されたある家族が丹念に表現されている。雪玉を転がし無邪気に遊ぶのは長男。一方、指をくわえ袖をつかみ甘えた素振りを見せるのが次男。そして母の胸に抱かれているのが三男。実は母常盤御前は子供を連れ戦火から逃れている最中。しかし決して悲観せず、希望を持って明日を見つめるような眼差し。三男は後の世を変える英雄牛若丸だ。たった6センチの中に日本の歴史の一場面が生き生きと表現されている。ほおずき、わずか4センチの作品だ。ほおずきは江戸時代、薬としても珍重された植物。今でも夏に行われるほおずき市。真っ赤な夏の風物詩だ。そんなほおずきを表現したこの根付。あえて美しい盛りの真っ赤なほおずきではなく、秋に枯れたところを捉えた。枯れて葉脈だけが残り、中が透けて見えるその形。日本のわびさびを感じさせる風情。葉脈の間の透かしを表現しているのが琥珀。宝石としても使われる琥珀を思い切って使うことで生まれる妖艶なまでの輝き。丸くつやつやとした果実の生命力と、触れたら壊れてしまいそうな葉脈のか細さ。わずか4センチの中に他にはない芳醇な美しさが存在する。寝袋とリュック、そしてコンパス。持ち主はなんとペンギンのヒナ。素材は象牙。ふわふわとした毛に覆われた体。この作品のタイトルは一体何か。正解は一人旅。タイトルを聞くと思わず「なるほど」と言いたくなる愛らしい姿。
少しだけ漂う哀愁。国籍を問わず今の人々を引きつける魅力に満ちた新感覚の根付だ。根付の愛用者、落語家の古今亭文菊さんが魅力を語ってくれた。人物なら人格なりその人の性格雰囲気で、動物ならその愛くるしさなりその非常に人懐っこさであるとか、そういうその一つの空気を帯びるわけですよね。人間が使うものであるけれども、もちろん生きているものではないけれども、とてもこの心を通わせることができる。高座に上がる時はじゃあ一緒にちょっとお客さんの前行ってね、一つ皆さんのお心を和ませてきましょうと一緒に問いかけて、で一緒に連れていく相棒みたいなもんじゃないかと、そう思いますけどね。単なるものではない、心を通わせる相棒。それもまた根付の魅力。